ドイツで議会制民主主義が崩壊した。このような事態はヒンデンブルク大統領とその取り巻きに対してこの先政治をどうすればいいかを考えさせるきっかけとなりました。そもそも彼は議会制民主主義はダメだ、ドイツ帝国の頃は良かった、権威主義的な体制をもう一度作り上げたいと考えている人物でした。そのような考えでこれまでに3人の首相を指名してきましたが、彼らが政権運営に行き詰まっていくのを見て、もはやヒトラーしか選択肢が残っていないと考えるようになり、議会はいらないと主張しているヒトラーを利用しようと思い始めました。こうしてヒンデンブルクはヒトラーに接近し、副首相にならないかと誘いましたが、ヒトラーは国民の支持はナチ党にある、今の首相は国民から支持されていない、そんな首相にナチ党の党首が使えるなどありえないと言ってヒンデンブルクの誘いを断りました。要するにヒトラーは首相の椅子以外興味がなかったのです。こうして話が流れると、今の首相は国民から支持されていないという意見が議会で賛成され、内閣不信任案が成立。これに対抗する形で大統領と首相は国会を解散し、再び選挙が行われました。こうして行われた選挙では、右翼のナチ党が34議席を失って勢いが後退。反対に左翼の共産党は11議席を得て勢いをつけていきました。ついにナチ党も支持率が下がり始めたのです。これを受けてヒトラーは、支持者が減ってしまった、なんとかしなければと危機感を持ち、ヒンデンブルクに接近してこの危機を乗り切ろうとしていきます。当然この頃のヒトラーは過激な人物と見られていましたが、多くの人が過激な言動で注意を引こうとしているんだろう、もしもヒトラーが首相になれば常識的になるだろうと楽観的に考えていました。ヒンデンブルクとその取り巻きたちも同様に考えており、最終的にはヒトラーを首相にしても制御できるんじゃないか、ナチ党を利用して国民の支持を取り戻そう、用が済んだらヒトラーは解任すればいいという思惑のもと、ヒトラーを首相に任命しました。こうして成立したヒトラー政権は、ヒトラーが党首を務めるナチ党と右翼陣営の国家人民党の連立政権として始まりました。ヒンデンブルクに近い人々でヒトラーの周囲を固めて、ヒトラーの行動を制御しようとしたのです。内閣はそのような状況でしたが、議会の方を見てみると、両党を合わせても過半数には届いていないため、これまでの内閣同様、議会での基盤は弱いです。よって大統領のヒンデンブルクに緊急令を出してもらわないと政権運営ができません。しかし大統領の緊急令は議会が拒否することができたため、ヒトラーは議会で過半数を取りたいと考えました。そして今選挙を行えばナチ党が過半数を取れるだろうという思惑のもと、すぐさま議会を解散し、総選挙で勝負を仕掛けます。この選挙運動でヒトラーはラジオ放送を使って国民に語りかけたり、突撃隊や警察を使って反対勢力の運動を徹底的に妨害したりしましたが、最も効果が大きかったのが国会議事堂放火事件です。この事件はドイツの首都ベルリンにある国会議事堂に火が放たれたという事件なのですが、ヒトラーはこの偶然起こった事件を徹底的に利用していきます。火を放った男を現行犯逮捕したところ、なんとオランダの元共産党員だということが分かったのです。この事件をヒトラーは共産党による国家転覆の陰謀だ、単独犯ではなく組織的な犯行だと決めつけます。そしてこれは緊急事態だと言って国民の危機意識を煽り、国家と国民を守るという名目で約2万人の共産主義者を逮捕するという徹底的な弾圧を加えました。こうして反対勢力を弾圧しながら迎えた投票日でしたが、ヒトラーが思っていたほどの成果は上げられず、ナチ党は単独で過半数を獲得することはできませんでした。しかし連立与党の国家人民党を合わせたら過半数を確保することはできたため、当初の目的は達成です。国会の過半数を確保したヒトラーは次の段階に進んでいきます。今は緊急事態である、共産党の議席は剥奪すると宣言し、強制的に議会から排除すると、ナチ党が国民と国家の危機を除く、そのために全ての権力をナチ党に与えるという内容の法案を議会に提出したのです。これが全権委任法です。この法律は4年間にわたって議会が持つ立法権を行政権を持つ内閣に移す
と定めたものであり、その力は憲法に違反する法律の制定も可能にするという強大なものでした。このような法案を通すためには出席者の3分の2の賛成が必要と決められていましたが、すでに共産党議員は排除されていたため、彼らの票は危険扱い。残った人々の3分の2を獲得することが必要です。当然、議会制民主主義を終わらせたいと考えているナチ党とドイツ国家人民党は賛成に回っていきますが、議会制民主主義を続けたいと考えている社会民主党は反対に回るでしょう。こうして中央党が賛成に回れば3分の2に達して可決されるという状態になっていきます。ということでヒトラーは中央党との交渉を実施。この中央党というのはカトリック教徒の支持者が多い政党だったため、そこに注目したヒトラーは教会の既得権維持を認める、ローマ教皇との関係を改善すると約束、中央党を取り込むことに成功し、社会民主党の反対のみで全権委任法が成立したのです。ワイマール憲法の小さな抜き道を突き、文字通りの全権を獲得したヒトラーは独裁権力を振るえるようになりました。ナチ党の勢力がドイツ全土に行き渡り、ユダヤ人に対する迫害が加速、労働組合も解散に追い込まれます。さらにナチ党以外の全ての政党が解散となり、ドイツの議会制民主主義は完全に終焉を迎えました。こうして独裁者ヒトラーが誕生したのです。しかもこの頃東アジアでは日本が満州事変を起こし、国際連盟を脱退しているところでした。これに対して国際連盟は有効な対策を講じることができていません。第一次世界大戦後に世界で出来上がった体制はヨーロッパのベルサイユ体制とアジア太平洋のワシントン体制ですが、日本の脱退によりワシントン体制が崩壊を始めたのです。これを見たヒトラーが、国際連盟は日本を制御しきれなかった、同様にドイツも制御できないだろうと考えて、ベルサイユ体制の破壊に向けて動き始めるのはもはや当然のことでした。こうしてヒトラー率いるドイツは国際連盟から脱退、日本に引き続きドイツも国際的に孤立していきます。こうなると困るのはドイツと国境を接しているポーランドです。まず最初にポーランドはやられる前にやろうと考えて、フランスに対してドイツを東西から挟み撃ちにしよう、先制攻撃を加えてナチ政権を崩壊させようと提案しましたが、第一次世界大戦の記憶がこびりついているフランスは、もう戦争は嫌だと考えてこの提案を拒否。仕方がないのでポーランドはドイツと不可侵条約を結びました。こうしてナチスドイツは武力をちらつかせて外交の主導権を握るようになっていきます。さて、一党独裁を実現させたヒトラーにも残された問題がありました。それまで重要な働きをしてきたナチ党の武力組織である突撃隊と国の武力組織である軍の両立が問題になってきたのです。突撃隊の指導者であるエルンスト・レームは、突撃隊を軍と並ぶ勢力にしたいと考えていましたが、軍からするとそのような考えは不満です。両者の対立は決定的となり、突撃隊は武力放棄を計画し始めました。そのような状況だったので、軍は突撃隊を解体しろとヒトラーに要請。突撃隊は制御が効かなくなってきている、しかも暴力的すぎると考えていたヒトラーも突撃隊の解体に同意しました。こうしてヒトラーは自分のボディーガード集団である親衛隊を動かして、レームなどの突撃隊の主要幹部を捕らえて処刑。それと同時にナチ党に反発する主要人物たちも襲撃され、200名以上の人々が殺されます。ナチスドイツにおいては法律によって殺人が邪魔されることはなく、合法行為として認められていくことが示されたのです。そんな時、大統領のヒンデンブルクが死去しました。その前日にはヒンデンブルクが死んだ後は大統領の職務はヒトラーに移るという法律が制定されていたため、ヒトラーは大統領と首相を兼任。これについての国民投票では多くの有権者がそれに賛成。こうしてヒトラーが政治の頂点に君臨することになり、唯一の絶対的権力を持つ総統となったのです。